チェンバーボーン。アップデート7。勇敢なビーバーの活躍により見事アクシオに完全勝利した我らがビーバー。エンジンにより動力、ナンバークランチャーにて科学に革命。さあさらなる発展目指して開発を進めるぞー。タンクが完成して貯水大幅アップ。オラたちの村に大きなタンクができた。でも組み上げる前に干ばつ17日が到来。だがダムにはいっぱい水あるし全く問題なし。離れた水源のダムが完成したら、中央クレーター湖の水位調整が必要なのでただいまこちらを工事中。2カ所から放水したら溢れる。深く掘るためのダブルダイナマイトなどで使う生成物が欲しいので、遠心分離機を設置。これビーバー怪我しやすいんだよな。生成物用にタンクもホイットな。でも間違えて汚水を選択しちゃうのがうちのレイムさんだ。ほえ？段差になったので水源近くのダムを撤去。少し爆破すれば水深が揃ってポンプで汲める量が増えるぜ。無職がいたのでとりあえず運搬員。ビーバーの数は64匹、少し賑やかになってきたな。保管庫いっぱいで生産が止まってたので、資材置き場を建てましたてましい。だが1軒あたり丸太180しか保管できない。アイアンティースは資材置き場が弱い。歯車は大きな倉庫で保管可能。倉庫は1200入るからこっちは容量多くて助かるぜ。そういや緑地化したところ植林まだでした。3マス幅の効率良い水路。がっつりオークとマングローブ。作業範囲内はみっちり埋めるスタイル。鉄の在庫もいっぱいだったので鉄で作れるビーバーの胸像に建て替え。美意識アップで幸福度もアップ。これも鉄で作れるビーバーの像。こっちの方が効果範囲が広いが鉄20個と若干コスト高めだったりします。病気になったビーバーを癒す除染ポットを設置。今病気のやついないけど、有事に備えて事前に準備しています。なんか隙間が気になってここもデコデコ。さすがにこれは鉄使いすぎじゃね？まあなるようになるって。適当だな。ちょいちょい幸福度が上がってきました。ビーバーの寿命が伸びるしさらに数が増えそうだ。てなわけでビーバー構造化に備えて、テラスハウス台を開放して栄養増地行く。この縦長の空間に8匹入るぜ。中央クレーター湖の最大水位との調整が終わったのでこちらに清水弁を設置。干ばつ明けに自動で、必要な量だけが放水される予定。何してる生成物生産遅いぞ。ってこれ汚水やないかーい。かなり汚水で満たされてから気づく悲しいビーバーの移し替えるタンクがない。汚水が消費されるまでしばらくお待ちください。糸かなし。ビーバーたちの美意識はほぼほぼ満たされたけど屋根だけちょっと足りない模様。そして割とどうでもいい場所に足場と屋根でアーケード状にする小ずるいレイムさん。いいじゃん見た目もそんな悪くないし。なんかせこい。やっべ鉄の在庫なくなっちゃったよ。普通に使いすぎです。仕方ないのでこのトンネル奥のスクラップを取るぞ。そういやアップでの影響でこの手の洞窟みたいのが結構増えたっぽいな。ダイナマイトでトンネルも掘れるし、壁の横側にも土を盛ったりもできるよ。そのうち試してみたいな。だいぶ離れてるけどここで少しずつスクラップ集め開始。つか貴重な鉄を無駄遣いすな。さあ1000円。反省の色なし。コールラビの在庫が少なくなってて、いい機会だったので倉庫を大きなものに建て替え。しれっと中身の入った繁殖ポットもぶっ壊すけど。言わなきゃバレないよ。おい。なお繁殖ポットは水に近いこっちに移設を考え中。ベリーもここで使うことになるので大きいのをここに建てましょ。計画的犯行だった。犯行言うな。さてダイナマイトの生産待ちで暇だし、遠い水源のクレーターをダム湖に改造でもしようかな。贅沢に枯れ木を引っこ抜く指示を出した。このクレーターはこんな感じでせき止めれば簡単にダム湖にできそう。悪潮対策も終わってるから楽勝だぜ。中央クレーターに放水するにはちょい段差があるので、この部分を少し工事。距離的には少し離れてるけど、山登らなくてもいい場所だからサクッと終わりそうだ。水路はこんな感じでもともとあるから工数は少なく済みそうだね。最終的にはここに清水弁つけて、ダム湖の水が自動で中央に放水するようにするつもり。水位自動化がはかどるぜ。いのーちの水。命の水が干ばつ17日の終了をお伝えしました。爆破するの忘れてたハッパー。おい。初期にお世話になったけど最近水没気味のポンプを移設。なくても平気だけどあるという安心感。こちらも初期にお世話になったダム、なくても動作に影響ない確認ができたので撤去。そして影響がないと確認したのにお漏らしをしてしまうのがうちのレイムさんだ。水だばー。しっかり清水弁の調整性。ごめんちゃい。ってやっべー、食料枯渇してたー。
順調だと思ってたのに唐突に始まる地獄。この辺は紅葉区にしようと計画してたけど急遽がっつり農場に変更だ。コールラビ以外にもトウモロコシやナスも新たに栽培開始。急いで植えろ、ガリッガリになるぞー。ここに天然のベリーが、過去のアクシオの影響で枯れてる。無慈悲。畜生。枯れたベリーに八つ当たりしてて草。うるさい草食わせるぞ。すまん。ビーバーたちがガリッガリに。ギリ大使飲んでるがお腹ペコちゃんだな。倉庫を大きくしたから楽勝と思ったのに。ビーバー増えたんだから生産量も上げとけよ。食料ゼロの状態なのに干ばつ警告が。まだお亡くなりになったビーバーは出てないが普通にピンチ。みんな、今こそ我らの誇りを見せるとき、労働者の像を建立するぞー。腹ペコなのに無駄仕事増やすレイム。働け、もっと働けー。農家が収穫して運び、腹ペコビーバーが貪る自転車操業。気合だー。そういえばアイアンティスは水耕栽培園があったな。これも建設しておこう。適当に3階建てで設計。これ加工しないと食えないもんしか作れないから今やることじゃねえだろ。そうだっけ？おい。トウモロコシとか保管する場所がないのでとりあえずホイホイホイ。後先考えない適当建設。トウモロコシをレーションに加工する食料工場も建てなきゃ。なお、ナスヤモは加工に菜種油が必要だがすっかり栽培を忘れているレイムだった。細かいレシピなんて覚えてないよ。ちゃんと確認せい。ちょいちょい溢れてマップ外に漏れてたやつの修正工事しました。水に困っちゃいないがこういう細かいのって気になるよな。発明家を廃業させて建設作業員に強制転生を置く。食料がちょっと復活してる。干ばつ19日の襲来とともに労働者の増完成。ガリッガリになりながらもなんとかお亡くなりになるものを出さずに働くビーバーの像。ギリセーフ。よく見たら動力不足だったので除染没頭停止。病気のビーバーいないから完全なる無駄。作付け面積ちょびっとアップ。無事食料はプラスに転じました。そして食料危機を脱してから稼働した水耕栽培園では、マッシュルームの生産が開始。ビーバーの食卓に彩りを。ベリー用の大きな倉庫が完成してたので、この古いのも大きく建て直しましょ。繁殖ポットが。またやる気か。また文句言われそうだし出てくるまで待ってあげるよ。若干キモい何かが浮いております。近づいてみてはいけない。これ村の掟。早すぎて見えなかったけどコビーバーが飛び出したので破壊。無事誕生。空き地はマングローブの実の保管庫になりました。危うく大惨事だったし大量備蓄で飢饉に備えるぜ。微妙な動力不足のためエンジンマシマシ。食料工場も稼働したら完全に足りなくなるな。でもエンジン増えすぎで丸太の枯渇も心配だね。だな。お外で気持ちよさそうに寝るビーバー。ただのホームレスじゃねえか。かわいそうなのでお家を増地行く。無駄な装飾のせいで完成に時間かかりそう。なんだかんだで1サイクルで20匹も増えました。食品工場が完成、トウモロコシのレーションの生産を開始だー。飢饉から一転飽食の時代へ。幸福度もいい感じに上がってきてるけど、食料関連は手つかずだったからこれを機に改善したいね。種類がいっぱいあるから各種倉庫用意するだけでも大変だぜ。やっべえ、丸太の在庫が切れそうだー。まああれだけエンジンで燃やせばそうなるわな。天然オークを伐採してしのぐのだ。さてやっと生成物の保管タンクが開いて生産が軌道に乗ったので、中央の底下げ工事を始めましょ。生成物を使い深く掘れるダイナマイトをアンロック。中央がちょうどマップの一番下の深さ、これに合わせてポンプのとこまで掘るぞー。これアプデで追加された横にも掘れるトンネル。まあ横に掘りたい場所できたらアンロックするよ。これが完成すれば一番下までポンプで組めるようになります。長期間伐も怖くない。後回しにしていたこちらの工事の進捗がいまいち、資材置き場作って一気に建設しちゃいましょ。さっき丸太が枯渇寸前まで追い込まれたし、ここの木の撤去も解除して伐採に切り替えるぞ。現地で伐採現地で消費。さらば発明家フォーエバー。ナンバークランチャーに仕事を奪われ、ついに全ての発明家が肉体労働者に転職させられた。ビーバーの前に栄えた人類も AI に仕事を奪われたそうな。そうなの？トウモロコシの在庫がなくなりナスのレーションにレシピを変更しようとして、原料の菜種油がないことに気づくのず。そもそも菜種すら育ててねえ。ってあれ？このトウモロコシしおれてる？は？そして明るくなってからちゃんと確認したら、結構がっつり枯れそうになってたの巻。中央の水位が下がって緑地部分も下がってるじゃねえか。今は備蓄があるから平気だけどこりゃいかん。
突出部の5マスをアンロックして測量を開始。長い足場を定規代わりに使う、これがうちのレイムさんだ。これ目視しやすいから便利。測量の結果土が乾かないように一部作付け面積を減らして、葉っぱで削る方向で対処することに。爆薬も安定生産してはいるが、底下げ工事でも使うし供給が追いつかないぜ。取り間生産調整して一時しのぎ。最初の畑でもトウモロコシを生産して、倉庫に空きのある作物を育てさせた。でクレーターのせき止め工事、一面がサクッと完了。工期は6日程度でした。こっちを急いで工事した方が葉っぱで掘り下げるより早く終わるかな？そこを掘るよりも水で満たす方が楽かもしれんな。最初に採取してたスクラップがもうじき枯渇。トンネル奥の遺跡はまだあるが、遠いから鉄の生産効率落ちるかも。いのー、ちの水。微妙に長かった干ばつ19日が終了。では食料危機などでやらかしかけるもギリ持ち直したところで最後に街の様子を見て締めましょ。今はカッサカサだけど食料難を救ってくれたやっつけ仕事農場。無計画に作った結果がこのありさま。手直し工事いたしまっしゅ。遠心分離機と食品工場。原料のトウモロコシの生産量が適当なので稼働率は良くない。とりあえずの底下げ工事が終わりそうなポンプとキノコ育ててる水耕栽培園。3階ではしれっと物生産も始まりました。スクラップ運ぶのが大変な洞窟奥の遺跡。ここのビーバー足とかめちゃ太くなってそう。ローキックでバット折れそう。工事中のクレーターせき止め現場。一番下の清水弁のあたりができてるから一応貯水も可能。川から中央に放水する清水弁は完成済み。さっきのと同時に放水してもこれで自動で止まる予定。飢饉の時にビーバーを鼓舞するために建てた労働者の像と増築中のお家。無駄に屋根とか装飾しててなかなか完成しない。じゃこんなところで今回はここまで。続きが気になる方はグッドボタンをお願いいたします。励みになります。ビーバーをめでるのがお好きな方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。